どうもお疲れ様です。パパログです。気づけばもう7月、2025年も半分終わってしまいました。上半期はババログ初のポップアップを開催したりとバタバタしてまして、2月から5月はあんまり散財する暇はなかったんですが、トータルで見れば結構いろいろ買ってました。動画の中でちょこちょこ映ってたけどちゃんと紹介してなかったものや先週買ったほやほやのものまで、今回は2025年上半期の散財報告としてファッション系をまとめてご紹介していきます。歯の矯正中なので今回もふがふが言ってて聞き取りづらい箇所があるかと思いますが、温かい耳で聞いていただけると助かります。それでは今年の1月から買ったもの順に紹介していきたいと思います。まず最初は2025年になってからずっとかけているこのメガネ。年末ギリギリにいつも言っている新風館のグローブスペックスで見つけてレンズを入れてもらって1月に受け取りました。動画でもどこのですかとよく質問を受けていたんですが、こちらはフランスのブランドタリアンというものになります。毎年1本買い替えるのがルーティンになっているんですが、今回決め手になったのはこちらのフレームの一部がピンクになっている可愛いところと、自分の顔に合うフレーム、そして実はこのブランド、メガネ好きな人はご存知だと思うんですが、アラン・ミクリの息子さんがやっているブランドなんです。30代の頃ミクリを集めていた私としてはもうそれを聞いた時点でもう後押しになりました。去年かけてたアンバレンタインの形とほぼ一緒なんですが、似合う形は結局決まっているので、変に冒険するよりしっくりくるものを選ぶようにしています。遠近両用のレンズを入れて10万円オーバーにはなりましたが、メガネはもう顔の一部で、ババログといえばメガネというイメージもあることから、気に入ったらお金は惜しまないようにしています。これをかけているとよく褒められるし、どこのですかと気になってもらえているので、今年買ってよかった一本になっています。そして上半期で年明け早々一番の大物になってしまったのがこちらのプラダのアイテム。これは純ちゃんの財布探しに付き合って梅田阪急のハイブランド巡りをしていた時に出会ったものです。いやー、私はブランドにこだわりはなく、財布は使いやすければ OK 派だったんですが、スタッツとダッセルに目がないので、このプラダのお財布に一瞬で心をつかまれてしまいました。風水的にはお札は折らない方がいいから長財布がいいと言われていますが、私はコンパクトに持ちたいからどうしても2つ折り派で、カード入れがたくさんあって小銭入れの使い勝手もかなり理想的なこの財布にもう本当に一目惚れしました。お気に入りだったギャルソンのタッセルの財布もかなりくたびれてきたので買い替え時かなと思ってて、2025年の3月10日の一粒万倍日と転写日、虎の日が重なる最強開運日に財布を新調する予定だったんです。まだ1月で時間があるから他にもいろいろ探してから買い替えるつもりだったんですが、これ以上の出会いはもう絶対来ないと思って少し前倒して大奮発しました。2月に入っての購入品はドイツのコンラッドというブランドのバッグです。インスタや動画でもちょこちょこ登場してて、どこのですかと聞かれることが多かったアイテムになっています。インパクトのある花柄以外はパッと見シンプルな特徴のないデザインなんですが、お値段がなんと37,400円です。作れるやんって多分思った方も多いと思うんですが、この値段を出しても欲しいと思ったちゃんとした理由を今から説明させていただきます。実はこのバッグは欲しかったわけではなく、もともと欲しかったのは年末にエディションで見かけて一目惚れをしたこのブランドのコートになります。ただお値段が19万円で、しかも年明けに見に行ってもセール除外だったので、すでにコートも買ってたしちょっと諦めてはいたんですけども、もうすぐ3月という時期になってもどうしても忘れられなくて、ついにやっぱり買おうと買う気満々で行った日に、昨日かかってるところにない、まさかと思ったらさっき売れましたって言われました。もうこうなると余計欲しくなる性格なので、その後いろいろネットで探しまくっても取り扱ってるお店が少なくて、問い合わせてももちろんどこも完売してました。最後の望みとしてコンラッドの取り扱いのあるセレクトショップが京都にたまたまあったので、祈るような気持ちでお店に行ってみたんですが、残念ながら欲しかったコートはなかったけど同じ柄のバッグがあったので、もうコートはどこにもないというのが分かったから、このシンプルなバッグでいいやと思って購入に至った次第です。ただ値段
を聞いた時、これで3万7,000円ってやっぱり一瞬思ったんですが、欲しかったコートが19万円って知ってたし、コンラッドは生産数が少なめということがいろいろ調べて分かったこともあり、また同じようにやっぱり買っておけばよかったと後悔して、また探しまくるのはもう時間の無駄だと思って納得して購入しました。結果ご存知の通りむちゃくちゃ気に入ってて、冬しか着れないコートより長く使えているので、逆にこのバッグを見つけられてよかったと思っています。欲しいけど悩んでいる理由が金額だったら、生活を脅かす金額じゃない限り買わないと後悔するので、これと思ったら思い切って買っちゃいましょう。3月4月はユニクロコラボが続いていたのでユニクロばかり買っていて、他で欲しい服がなかなか見つからなかったんですが、5月に入って一目惚れをして速攻で購入したのがこちらのアンフォーチュネイトポートレートのコストコのパロディっぽい T シャツです。この下手馬なイラストが大好きで、去年からずっと気になっていてインスタをフォローしていたブランドなんですが、去年は多分海外サイトで購入するしか方法がなく、サイズ選びが不安でずっと我慢していたんです。そしたら今年高島屋のセレクトショップのスタイルエリートで発売されているのを発見しました。インスタでもよく着ていてかなり気に入ってるんですが、生地がかなり薄めなので洗濯はちょっと慎重にした方がいいかもしれないです。去年は日本ではなかなか見つからなかったんですが、今年はいろんなセレクトショップで取り扱いが増えていて、高島屋のオンラインでもセールになってるみたいなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。アウトレット動画でも紹介していますが、高島屋のアウトレットはこのスタイルエリートの取り扱いブランドが結構流れてきているので、高島屋って思わずに絶対にアウトレット行ったら覗いてみてください。ポップアップが5月に無事終了した6月、ずっと買い物を控えていたこともあり、夏に向けて気になるものが増えてきて、物欲が異常に爆発してしまいました。こちらはずっと何か欲しいと思っていたラドロのアイテム。ラドロはロンハーマンによく行く方ならご存知かもしれませんが、とにかく服が上品で素敵すぎる日本のブランドになります。私が初めてラドロを知ったのは3年前、フラッとロンハーマンに行った時にたまたまやっていたラドロの受注会で羽織らせてもらったコートがあまりにも素敵すぎて、ちょっと買おうかなと思ってお値段を聞いてみたら35万円でした。もちろん生活を脅かす金額で、洋服はどれも桁の違う金額なので全然手が出ず、それ以来ずっと何か欲しいと思っていました。でも実はこのバッグが欲しかったわけではなく、ロンハーマン別注の大好きなアバケーションのカゴバッグを探していました。でも気づいたのが遅かったので、すでに完売していてどこかに残っていないかといろいろ辿っている時に、たまたまこちらのアローズ別注のラドロのバッグが完売されていることが分かりました。デザインも可愛かったし、これはと思ってすぐ在庫のある店舗に行って購入しに行きました。キャンバスバッグに3万円って聞くとやっぱりちょっと悩む金額かもしれませんが、コンラッドのバッグ同様ブランドの背景や他のアイテムの価格を知っていると、むしろ買えるチャンスと思えて、アローズ別注っていう希少性もプラスされて思い切って購入しました。バッグにつけているのはキウイブラザーズのエコバッグ。インレット7月号の付録なのですが、4月に予約受付されているのを、これもまた別のものを探している時に発見して速攻で予約しておきました。発売日には速乾してたみたいなので、私の気になったらすぐ調べる特技が功を奏したので予約をしておいてよかったです。そしてこちらは人生初のロエベになります。今まで私はロエベにはあんまり興味はなかったんですけども、トゥモローランドで見かけたアイテムが理想的すぎて急に気になって、2つの形で悩みすぎて2ヶ月ぐらいずっと決めきれずにいました。最終的にポップアップも頑張ったし、ご褒美ってことでと自分に言い聞かせて購入させていただきました。買わないといけないと思った購入の後押しになったのが、6月の初めに一粒万倍日が4日も続いていて、中でも6月の5日は身の日と重なっていて、気分アップのタイミングだったっていうこともあり、最終的に選んだのがこちらのオレンジのタッセルが可愛いカードケースになります。何の進行もなく、普段はそこまで信じてるわけじゃないんですが、お財布周りだけはついつい験担ぎしてしまうタイプです。このタイミングを逃したら次の一粒万倍日にはもう欲しいカードケースはなくなりそうと思って、とにかくいろんな理由をつけて買ったカードケースになります。
そして久しぶりの韓国出張でいつも何も見つからないけど、とりあえず冷やかしで行くロッテ免税店を覗いてみたところ、ミュウミュウのラインナップがちょうど豊富な時期で、バッグもかなり充実していました。ただ免税とはいえ40万超えのバッグはさすがに手が出ないので、靴や小物を見ていたら見つけたこの悪そうなサングラス。裕次郎っぽい親父感のあるいかつさがあるけれども、レンズの形がちょっと普通じゃないところが抜け感があり、逆にかっこよくって切り散らかしているサングラスです。本当はこの韓国出張で一番欲しかったのは日本で取り扱いのなかったジルサンダーの靴だったんですが、残念ながら韓国でも取り扱いのない靴で結局手に入らなかったので、だいぶ浮いたと思って久しぶりに免税店で買い物をしてしまいました。お値段は免税プラスロッテ免税店の何かの割引で423ドル、約6万3000円ぐらいで、国内より1万円ほどお得に買いました。そして最後はこちらのおジョジョ内藤のサンダルです。実は5、6年前からずっと気になっていたブランドなんですが、サンダルにしてはちょっといいお値段がするので、なかなか手を出せずにいました。でも今年こそはと思って取り扱いのある京都の D& デパートメントに完全に買うつもりでいて、そこでいろいろ話を聞いていたら、なんと祇園内藤の5代目の内藤さんが直接サンダルの説明をしてくれて、自分だけの一足が作れる講座がちょうど数日後にあると聞いて、これは行くしかないと、その日は買うのをやめてその場で予約して参加をしてきました。正直話を聞くまでは名前を知ってるだけのにわかで、そこまで詳しくなく、ちょっとおしゃれな現代風装理くらいにしか思ってなかったんですが、祇園内藤は140年以上続く老舗の履物屋さんで、日本の履物のプロ。内藤さんは履物で姿勢が変わるというお話をしっかりしてくれて、サンダルの概念がちょっと変わる体験でした。そして自分で選んでたら絶対間違ってたと思うんですが、サイズもしっかり見立ててもらって、買う前に自分に合ったサイズが知れてよかったです。かかとが少し出るくらいのちょっと小さめが正解らしく、何も知らずに見に行って買っていたら、多分しっかりかかとまであるサイズを選んでいたやつを思うので、せっかく姿勢に関わってくるいいサンダルなのに見た目だけで選んでたら絶対に失敗してました。初めてのおジョジョだったのでシンプルなものにしようかと思ってたんですが、ずらっと並んだパーツを見ているうちに、こんなに自由に選べる機会はめったにないしと気が変わって、気づけばこんな派手めなデザインに仕上がってしまいました。講座には私を含めて5人それぞれ1人で参加されてたんですけれども、終わる頃には全員2足目どうしようと完全に沼入り状態になってました。待っていいですか？すごい可愛いそれにすればよかったと思うぐらいそれぞれのパーツが傷んできたら交換やメンテナンスもしてくれるので、かなり長く使っている方も多いそうです。正直私も最初はサンダルに3万円はさすがにちょっと高いなと思っていましたが、ちゃんと話を聞いて終わってみたら全然普通のサンダルと違うし、ただおしゃれな見た目だけじゃなく姿勢まで変わるというところまで含めて、これは全然出す価値のあるサンダルだなと実感しました。この特別講座は1日限りだったのでもう終わってしまったんですけども、京都の D& デパートメントでは7月の28日まで別金の花穂とかカスタマイズしてオーダーできるみたいなので、祇園祭りとかで京都に観光に来られる予定の方など気になる方はぜひ行ってみてください。以上、上半期に購入したちょっと高いものの紹介でした。いつも一見衝動買いに見えますが、実はしっかり厳選して考えて買っているという私の買い物の仕方もお伝えさせていただきました。私はスタイリストやバイヤーの経験もないし、ファッションに精通した知り合いも全くいませんが、ただただ人より生きりたい一心で気になるブランドがあったら、その価値をとことん調べ抜く特技があります。昔からババログを見ていただいている方は、小物に関してはちょっと高いものでも元が取れるぐらい気に入って何年も使っていることをご存知の方も多いと思いますので、私がこれ来るわとかかっこいいと思ったものはババログフィルターを通してまたご紹介していきたいと思いますので、参考にしてもらえたら嬉しいです。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。
what you going through? I just roll the dice, I'm not worried about making foes in life. I pour a pint when my mind goes on overdrive, it works alright. I don't fuck with coke, it's a boring high, I don't snort those lines. I need something to warm my mind, wait, what do horses like? Give me all of that, till I feel like an insomniac. I don't want a molly or resent, that's not my contract. They leave me throwing up, I wanna feel just like a pony does. Screaming Pony Club. to the point that I just start my lungs.